ああ、お嬢様、そっちじゃありませんよ。そちらに行くと遠回りになるんですよ。こちらから行きましょう。お嬢様には行ったことがありませんでしたか。何度かノルディアに来たことがあるんですよ。ノルディアはレガーロと親交のある軍刀ですからね。セラのことも知っていますよ。まあ彼らは覚えていないかもしれませんが、まだ3歳か4歳ぐらいの時でしたからね。ええ、アガタ総督はパーパやマンマのほか、デビト、パーチェ、ノバも旧知の中ですよ。お嬢様はアガタ総督にどのような印象を持ちましたか？彼女はとても素晴らしい女性です。お嬢様にとって学ぶべきところをたくさん持っている方ですよ。どうかしましたか、お嬢様。そうですね。マンマ以外にお嬢様がお手本にするといい女性に出会ったわけですから、自然と口数も増えますよ。嫉妬というよりは、何かすっきりしないという感じですか？そんな私に言い当てられるのが不服そうな顔しないでください。ずっとお嬢様と一緒にいたわけですから、わかりますよ。もしかすると、無意識のうちに頼ってしまっていたかもしれませんね。アルカナデュエロの時は、それが必要だったとはいえ、その力を鍛えていたわけです。特別な力に頼ると、本来使うべき力が衰えてしまう。そういうものなのでしょう。ええ、きっと。だから、そんな寂しそうで、悲しそうな顔をしないでください。それに私がお嬢様よりも上手になるものがなければ、あいつはお嬢様にふさわしくないと引き離されてしまうかもしれません。お嬢様からも、ルカって何にも分かってくれないなんて言われたら、悲しすぎます。もちろんです。それが、私なりのお嬢様に愛されるための努力ですから。おそらくですね。それは男として見ているのではなくて、主婦仲間とかそういう感覚で見られているんだと思いますよ。そこでそんな顔されると、私の方が落ち込んでしまいますけどね。悲しい時には美味しいものをですね。そうですか。では当初の予定通りバールへ行きましょう。ノルディアの名物を食べるのもいいかもしれませんね。ええ、もちろんです。お嬢様のほっぺたが落ちるような料理を知っていますよ。まあ、私の料理には到底かないませんけどね。そこで、二人で過ごす時間が取れなかった分を味わいましょう。私からのナターレの贈り物です。
行き先はどこでも構わないんです。とにかくお嬢様が笑顔になってくだされば。ね。お嬢様？お嬢様。はい。なんだ、急に呼び出して。今日はイチゴ頭一緒じゃねえのか？お嬢様には聞かれたくないお話です。いいのか？恋人同士の間に秘密なんてあってさ。ふざけている場合ではありませんよ、アッシュ。話とは、例の件です。ジョーリーから聞いているでしょう。すみれのあざのことか。ええ。今のところ、マンマのあざについて気づいているのは、私とアッシュ、それからジョーリーだけ。スティグマータと同じ色のまだらなあざ。悪い予感しかしねえな。ネーベの使ったナイフに毒が仕込まれていたのかもしれないと思ったのですが、そのような結果は出ていないようですね。あの時の事件とあざは無関係だと考えた方がいいだろう。いっそ関係がある方が良かったのですが。え？いえ、何でもありません。やはりそう考えると、タロッコが何かしらの影響を与えているのかもしれません。マンマがパーパとの旅行から帰ってきてから、ずっとマンマは不調だったのです。なんで言わねえんだよ。マンマが心配かけたくないので言わないでほしいと。確かに症状は良くなってきていたので、公にはしませんでした。私の見立て違いです。疲れが取れないだけだと聞いていたので、漢方を処方してもらったりと動いていたわけですが、それも生命力が奪われていたからこその衰弱だったと思えば合点いきます。なあ、イチゴ頭はどうもねえのか？お嬢様ですか？これといって特には。なぜです？すみれの娘だ。母親に何かしらの症状が出たなら娘にもと考えるのが自然だろう。それとなく確認はしておきましょう。すみれのことは話すのか？まだ何も確証がありません。余計な心配はかけないに限ります。ああ、はいはい。知らねえぞ。また喧嘩になるからな。羨ましいんですか？バカにしやがって。それに、ジョーリーからも、これは現状、我々だけの話とするようにと言われているでしょう。ああ、そうだったな。では、ジョーリーへの連絡、お願いしますね。ああ、わかったよ。タロッコが原因ではない。その可能性の方が低いのかもしれない。もし、タロッコのせいならば、いずれお嬢様の体にも何かしらの